はい。皆さんこんにちは、ガジログです。今回はファーウェイバンド7 200日使用レビューについてお伝えしたいと思います。購入しましたのが2022年の5月頃になりますけども、キリのいい数字ということで200日レビューというしていますけどもね、他のスマートウォッチもレビューしてきた中になりますので、必ずしも毎日200日間ずっとつけてきたわけではありませんが、時々他のスマートウォッチも使いながら併用してきました。その中で200日使ってきた上で、改めて良かったこと、そしてまたここがやっぱり気になるなといった点も含めましてご紹介していきたいと思います。2023年になりまして、次のモデルファーウェイバンド8っていうのもそろそろ足音も聞こえてくる頃にはなっていますけども、改めてファーウェイバンド7のレビューを行ってみたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。ではまず最初に良かった点についてお伝えしたいと思います。まず一つ目はですね、とにかくこのモデル装着感がいいという点です。軽くてですね、このバンドの質感もさることながら腕に装着した時の快適性っていうのが抜群だなと思います。いろんなスマートウォッチを使ってきているんですけども、やっぱりね、このファーウェイバンド7のこのバンド一番いいなというふうに今でも思います。まずゴツゴツしていないといった点がいいなと思います。そして非常にしなやかになっていますし、この質感ですね、他のシリコンバンドよりも柔軟性が非常にありまして、この肌触りっていうのもめちゃめちゃいいですね。よく見てみますと、端っこがこう盛り上がってるの分かりますかね。バンドの端っこがそれぞれの両端が盛り上がっていまして、全てが肌に密着しているわけではないのかもしれませんし、逆に言えば密着しやすいようにこのようにちょっとへこんでいるようにも見えます。それがもしかしたら肌触りといった面で大きな効果を果たしているのかもしれません。こういったところがファーウェイの技術力というか研究開発っていうものがね、生きているのかもしれませんね。ちょっとね、腕につけてみたいと思います。はい、こんな感じで装着することができますけども、いかがでしょうかね。もうつけた感じ、めちゃめちゃ軽快というか軽いので、つけてる感じがしないと言った方がいいのかもしれませんが、これまでいろんなスマートウォッチをレビューしてきましたが、このつけた感じが、ファーウェイバンド7一番ね、軽快というか快適なんですね。やっぱり先ほどのお見せしたこのバンドの形状というのが秀逸なのかもしれませんね。そういった面で、今まで腕時計をつけたことがない方が、初めてスマートウォッチをつけたいなと思った時に、このファーウェイバンド7はなかなかおすすめなのかなと思います。次にね、やっぱり200日使ってきてここは良かったなといった点になりますけども、こちらですね、このサイドボタンがやっぱり便利だったなと思います。他のスマートバンドと言われているもので、このサイドボタンがついているモデルっていうのは実はそんなに多くないんですよね。このファーウェイバンド7の前のファーウェイバンド6でも同じような形状になっていまして、このサイドボタンがついているんですが、その時からね、その便利さっていうのは変わっていません。このサイドボタン今ね、押してみたいと思います。はい。そうしますとメニューが出てきまして、一番上からワークアウトという風に出てきて、このようなメニュー構成になっています。そしてここにね、タイマーがついてきます。一番下に設定が来ていますね。このあたりに関しましてはね、ちょっと後ほど触れてみたいと思いますけど、サイドボタンを押すことによって各メニューに飛ぶことができるっていうのはまず一つあります。そしてもう一つの便利さになりますけども、例えばですね、ワークアウトを開いてみたいと思います。このように今出てきますね。例えば屋外ウォーキングを開きます。で、このままタップしますとスタートしてしまいますけども、ちょっとね、間違ってしまって他のワークアウトに移りたい場合、このようにスワイプして戻すこともできますが、一気にやっぱりホームに戻りたいとき、このようにサイドボタンを押すことによって iPhone のホームボタンみたいにホーム画面に戻ることができます。迷って元に戻りたくなったらサイドボタンを押すっていうことで、この画面に戻ってくることができるっていうのはやっぱり便利だなと思いますね。単純明快なんですよね。そういった意味でね、使い勝手がいいなっていうのがあります。このボタンがついているかついてないかっていうとね、やっぱり個人的にはもうついていてくれる方が助かります。そして電源をね、落とすときもここ長押しすることによってこういった再起動、電源オフっていうような画面も出てきます。そういった機能も果たしています。ただね、もう一つ、欲を言うならばですが、他のスマートウォッチですね、できるんですけども、ここを長押しすることによって機能を割り当てるっていったスマートウォッチもできますが、このファーウェイバンド7、またファーウェイバンド6に関しましては、電源を落とす、もしくは再起動っていう風にしかできませんので、ここをね、少しソフトウェアで改善してきてくれると、もっと使い勝手が良くなるなと思います。これは次期モデルに
期待することにはなりますね。はい。そして次の良かった点になりますけども、それはこの文字盤に関することなんですけども、バリエーションが多くて飽きないといった点ですね。と言いつつも、個人的にはこの文字盤が非常に使い勝手が良くて、デザインも気に入っているので、こればっか使ってしまうんですけども、いろんなね、文字盤をダウンロードしては、この文字盤に結局戻ってきてしまっています。文字盤を変更するにあたりまして、長押しをします。そして、このようにスワイプしていきますとね、いろんなデフォルトの文字盤がまず入っていることがわかります。購入時に入っていたものばかりになりますね。そしてこのギャラリーっていったのは、自分の好きな画像をここに貼り付けて、文字盤をカスタマイズすることもできるものになります。例えば、こういった文字盤もありますね。これは動的な文字盤になっていまして、結構面白いですよね。ちなみにですけども、この文字盤の下にこのギアのマークがありますが、これが出てくるものに関しましてはカスタマイズすることができます。カスタマイズできる部分がこのように表示されていますね。心拍のところをタップしますと、心拍数や音楽、そしてストップウォッチですね。ここに変更できますよというふうに出ています。そしてこの睡眠のところになりますが、ここはカロリーもしくはストレス表示も可能ですよというふうに出ていますが、個人的にはね、睡眠にしています。ちなみにこれはですね、アップギャラリー経由でダウンロードしたヘルスケアのアプリになりますが、デバイスのね、ところに時計の文字盤っていうのがあります。そうしますとね、こういった感じでたくさんの文字盤が出てきます。で、数字が出ていますが、これは有料ですよっていう風になっていますね。もちろんね、無料のところもあります。これが無料でダウンロードできる文字盤になります。必ずしも毎日ではありませんが、随時ね、追加されていますので、そういった意味で飽きることなく、新しい文字盤をインストールして使うこともできますね。このあたりはやっぱりファーウェイすごい力入れてるなっていうのがわかります。特に有料でこういった文字盤を販売しているといったところも見ても、やっぱりね、文字盤に相当力入ってるなと思いますし、ましてやですね、ファーウェイが作った文字盤ではなく、サードパーティーの文字盤を販売しているということもありますので、その面でですね、いろんなデザイナーが頑張って作ってくれていますので、その中から自分がね、好きなものを探してダウンロードしてインストールすることができます。ただ購入にあたりまして、やっぱりクレジットカード払いっていうのが必要になってくるのが、その辺はね、ちょっと大変な部分がありますね。最近は iPhone でも購入することができるようになっていますので、ぜひやってみていただければと思います。購入方法に関しましてはね、かつて動画出していますので、そちらの方を参考にしていただければと思います。というわけでね、文字盤のバリエーションが非常に多いった点が良かったなと思います。というわけでね、良かった点についていくつかご紹介してきましたけど、やっぱりね、200日使ってきても気になった点についてこの後ご紹介したいと思います。まずその一つ目になりますけども、Android 版のこのヘルスケアアプリになりますけども、なんとですね、連携できるアプリが Google Fit に対応していないという点になります。対応しているアプリに関しましては、この自分といったところの、そしてこのプライバシーの管理を開きます。そして分かりづらいんですけども、データ共有と承認といったところがあるので、ここを開きます。そうしますとですね、ここに Adidas ランニングとストラバが出てきまして、今私はこのファーウェイヘルスケアに関してはストラバと連携させています。ファーウェイヘルスケアで得られたデータをこの2つにしか飛ばすことができませんので、いわゆるバックアップしていくっていうことになりますね。他社になりますとね、例えば Xiaomi や Amazfit とかね、そのあたりの有名なスマートバンド、スマートウォッチ系になると、この2社以外にも Google Fit があったり、リライブがあったりするわけですね。そういった点で連携の幅が非常に少ないといった点がちょっと気になったという点になりますし、ましてやね、Google Fit にデータを飛ばせないと、個人的に使っていますコークオンのアプリとかとね、連携することもできませんので、使い勝手がちょっと悪いなというふうになります。それでですね、どういうふうにして Google Fit と連携させるかっていうことをちょっといろいろやってみたんですが、これが一番ベストだなっていった点をご紹介したいと思います。それはですね、今表示していますが、ヘルスシンクっていったアプリがありまして、実はこれは最初無料で7日間使うことができるんですけども、その後はですね、1回購入350円ってありますけど、そうすると全機能永久ライセンスで使えますよっていったアプリになります。1回限りの購入か購読ですね、6ヶ月100円ごと支払うとありますけども、どちらか選ぶことができます。こういった感じで連携させています。ヘルスケアで得られたデータを Google Fit に歩数データ、アクティビティ、睡眠、心拍数というふうに飛ばすことができます。ここの部分は血中酸素の部分ですね。この範囲であればデータを Google Fit に飛ばすことができるので、Google Fit に
入ったデータを今度は航空音とかのね、アプリが歩数データを読みに行くので、ファーウェイバンド7で得られたデータを航空音上の歩数に反映させることができます。ここまでやらないとね、Google Fit と連携できませんので、ちょっとね、使い勝手が悪いなといった点になります。そして次の気になった点になりますが、それはですね、サイドボタンを押しますと、先ほどお見せしましたこのメニューが表示されてきます。個人的によく使うのがこのタイマーなんですね。そして一番下にありますこの設定もそうなんですが、結構よく使うんですね。ですので、サイドボタンを押してからしばらくはね、先ほどのスワイプしたところまで記憶してくれているのですぐ表示されていますけど、ちょっと時間経つとこの画面に戻ってきてしまって、上から下にね、このようにスワイプしていかないと、このタイマーや設定のところにたどり着けなくなってしまいます。この辺が使い勝手悪いなと思いまして、並び替えができたら本当はいいわけですね。Xiaomi や Amazfit っていうのはできるんですけど、ファーウェイバンド7に関してはできないわけですね。この辺が個人的にはすごく不満になります。このファーウェイバンド7のこちらのメニュー画面を見ていただくと、例えばデバイスの設定になりますが、ここにね、並び替えの機能っていうのは一切ありませんし、どの機能を表示させで、どの機能を非表示にするといった、そういった機能もありませんので、この辺はね、ちょっと簡素すぎるなっていうのも思います。できれば次期モデルにその辺反映してきてくれたら嬉しいなと思います。では最後の気になった点になります。それはスマートアラーム機能がついていないという点になります。というのはですね、この上から下にスワイプして、このアラームのマークがありますね。ここをタップします。で、さらにプラスをタップしますと、アラームの設定ができます。例えば今ね、9時、じゃあ48分、そして曜日ですね。繰り返し何曜日にアラームしますかということになりますので、毎日同じ時間にアラームセットっていうことになります。それで OK ですね。これで設定が完了してしまいます。で、してしまいますっていうのは、結局スマートアラーム機能の項目がないわけですね。実はファーウェイバンド6ですね、6になりますと、前のモデルにもかかわらず、スマートアラーム機能がついているんですね。今現在実は私はもう手放してしまいましたので、今ここにお見せすることはできませんが、スマートアラーム機能っていうのは、設定した、例えば今9時48分になる設定になっていますが、この30分前から目覚めの朝の時を見計らって、アラームのバイブを明導してくれるといった機能になります。朝の目覚めが快適になるわけですね。でも、このファーウェイバンド7に関しては、その機能がなぜか新モデルに関わらず省かれているという、そういった点がちょっと気になっています。未だにアップデートで追加されるわけではありませんし、ファーウェイバンド6が今現在も販売されていることから、やっぱり住み分けしてるのかなというふうには思いますね。そういった意味でファーウェイバンド6が在庫がなくなるまでね、きっとこのファーウェイバンド7には追加されない機能なのかなっていうふうにも個人的には思っていますが、その辺もね、ちょっと私の勝手な想像ですので定かではありません。ですので今のスマートアラーム機能が欲しい方は、今現在はファーウェイバンド6を購入するしかありません。このファーウェイバンド7にスマートアラーム機能がついていないという点が非常に痛いなと思います。はい。というわけで、今回ファーウェイバンド7の200日使用レビューについてお伝えしましたが、以前出した2週間レビューとかあるんですけども、その辺の内容と結構被るかなと思います。そして、お値段が6000円から7000円ぐらいで、安い時には購入できますので、コスパ感がめちゃめちゃいいですね。この質感、そしてこの性能、24時間測定できるヘルスケア系を考えてみますと、めちゃめちゃいいなと思います。逆に言えば Suica 対応のモデルが欲しい。また GPS のモデルが欲しい。デザインに関しましてはより時計に近い丸型のものとかね、そういったものが必要な方はスマートウォッチと言われているものを選ぶ必要がありますので、その辺はね、1万円オーバーとかね、そういったものがたくさんありますので、そちらで選ぶしかありません。ただ、とにかく今、格安で初めてスマートバンド欲しい、フィットネストラッカーが欲しいっていった方にとっては、このファーウェイバンド7は初めて購入するスマートバンドにしてもいいのかなと思います。ここまで完成度が高いですので、次期モデルっていうのも本当に期待しますよね。2023年のおそらく4月か5月頃になりますと、次期モデルっていうのが中国で発表される可能性が高いですので、また改めてね、解説動画、そして入手してレビューの方を行ってみたいなと思っていますので、ぜひチャンネル登録して引き続きご覧いただければ幸いです。この動画が良かったという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。